例えば熱湯を少量入れてボンベ全体が熱湯を触ってるかのような熱さ。はいどうも、ビバです。今回はこちらの化学式 CO2 ジェネレーターの取扱説明書的な動画になります。この動画では基本的なセットアップの仕方から使用する上でやってはいけない注意点とか CO2 が出ない場合のチェック項目なんかをご紹介していきます。これから水草水槽で CO2 添加をしたいっていう方や、すでにこの CO2 ジェネレーター使ってるけど圧力が上がらないとか CO2 が出ないとかうまく動作してない気がするっていう方の参考になれば幸いです。今回はハルデザインさんから D701S と D601S をモニター提供いただきました。ネット通販とかアクアリウムショップで同じような CO2 ジェネレーターは取り扱われているんですが、今回紹介するのはあくまでハルデザインさんの商品になります。他社製品については各社にお問い合わせいただくようにお願いします。今回の動画では定期メンテナンスについてとトラブルについて、あとはこのシルボン購入するときに一緒に買っておくと便利なおすすめの商品をご紹介します。それではやっていきましょう。定期メンテナンスの方法について紹介します。定期メンテナンスといってもガスを使い切って交換する際についでにやっちゃう軽い掃除とかです。大した作業ではないのでチェックしておきましょう。まずはガスを使い切った際のボンベの取り外し方です。最初にバブルカウンターを外していきます。この際電磁弁はオンになった状態でも構いません。まず念のためスピードコントローラーを完全に閉じちゃいます。そしてワンタッチ継ぎ手の黒いパーツを下に下げます。下げた状態でバブルカウンターを真上に引き抜きます。次にスピードコントローラーを開きます。中にガスが残っていた場合はここからガスがシューシューと出てきます。スピードコントローラーを開いて音がしなくなるまでガスを抜きます。ガスが完全に抜けたらレギュレーターを外していきます。セットアップの際に吹き上がっちゃったのを無理やりレギュレーターで押さえ込んだ人とか、使用途中にボンベを振ったり横に倒して使っていた方はレギュレーターとボンベが固着している場合があります。レギュレーターが硬くて外せない人は2人以上で作業しましょう。レギュレーターを外していきます。上から見て反時計回りですね。定期メンテナンスの作業内容ですが、レギュレーターのネジ部分のブラッシングとボンベのネジ部分のブラッシング、歯ブラシなどを使って材料の細かいくずとかをブラッシングで落としていきます。この時にぬるま湯とかを使うと付着したカスが落としやすくなります。フィルターも外側が汚れてたりしたらブラッシングできれいにしていきます。また中に入っているドライビーズ、こちらが湿気を吸収して膨らんでいたら乾燥または交換をします。ちなみにこれはまだ使用してない新品の状態です。これが水分を吸うとこんな感じになります。サイズの違いは明らかですね。CO2 ジェネレーターの扱いが悪かったりメンテナンスをサボってるとこれがもっと膨らんでこのフィルター内でドライビーズがどんどん膨らんじゃうそうです。最大1センチくらいにもなるみたいなんですけど、そうなったらもう戻らないみたいなので、ドライビーズ乾燥させて元のサイズに戻らないようだったら素直に交換しちゃった方が早いです。ボンベ開けた時は毎回乾燥させて、できれば予備をもう一袋買ってローテーションで使った方が良さそうですね。そして念のためレギュレーターのパッキンもチェックしておきます。このパッキンは硬くなってひび割れたり劣化したら交換時期だと思うんですけど、正常に使ってれば1年2年は全然使えると思うんですよね。一応予備は買っておいた方がいいと思うんですけど、定期メンテナンスでは一応チェックする程度かなと思います。パッキンも汚れがついてたらちゃんと落としておきましょう。そして多くのシルボン利用者が経験してるんじゃないかと思うんですけど、ボンベの中に結晶が発生します。最初見た時はなんだこれやと思うんですけど、中に発生する結晶は特に取り除かなくても影響はないそうです。ただせっかくメンテナンスするんだったら取り除いちゃいたいですね。ボンベの中に発生した結晶はボンベにぬるま湯を注いで軽く振ったりすると徐々に結晶が溶けてきます。僕はぬるま湯をボンベ満タンまで入れてしばらく放置するとある程度結晶が砕けてくるので、中身を捨ててまたぬるま湯を満タンまで入れる。これを 3,4 回繰り返して結晶の除去を行っています。この時ぬるま湯じゃなくて熱湯を使うと早く結晶を落とせるんじゃないかと思うんですけど、熱湯を使う時は本当に注意してください。例えば熱湯を少量入れてボンベを触るとめちゃめちゃ熱い。めちゃめちゃ熱いんですよこれ。ステンレスボトルの熱伝導率が高いのか、ボンベ全体が熱湯を触ってるかのような熱さ。
今ボンベの満タンまでお湯を入れたわけじゃないんですけど、上の方までかなり熱くなっているので、熱湯を使う場合は本当にご注意ください。こんな感じでレギュレーターとボンベのネジ部分のブラッシングとドライビーズの乾燥、ボンベ内の結晶の除去と念のためパッキンのチェック、ガスを使い切って材料交換の際はこれらの内容を一応チェックしておきましょう。続いてはトラブルについて。初めて CO2 ジェネレーターを使う人とかは、例えば CO2 が出ないっていうトラブルが起きた場合に何が原因か分かりづらいと思います。今回は事例別に紹介していくので、原因解決に役立つんじゃないかなと思います。まずは CO2 が出ないというトラブル。考えられるのは、まずボンベ内の圧力が上がっていない場合、材料をセッティングしてしばらくすると圧力が高まると思うので、ボンベ内の圧力が十分高まるのを待ちます。またセッティング初期はこの高密度ディフューザーを使っている場合、CO2 が出るまで時間がかかります。それとこの配管、これが長い場合、配管が長いとその分 CO2 が出るまで時間がかかります。なのでボンベ内の圧力が高まってない場合とか、配管が長い場合、高密度ディフューザーを使っている場合は、しばらく時間を置けば CO2 が出る場合があります。うっかりミスとしては、このスピードコントローラーを開くのを忘れていたとか、バブルカウンターをしっかり奥まで差し込んでいないとか、そういったミスも考えられます。このあたりは自分を疑って今一度チェックしてみましょう。ボンベの圧力が十分にあって電磁弁がオンになったのにバブルカウンターから泡が出ないっていう場合は、電磁弁が止まっている場合があります。この場合電磁弁の復旧作業をしないといけないんですが、その手順としては、まずスピードコントローラーを閉じます。そして電磁弁付きのバブルカウンターを取り外します。スピードコントローラーを完全に閉じているのでガスは漏れません。そしてこの電磁弁、今通電しててオンになっている状態なんですけど、この通電した状態で本体側面にあるオレンジ色のボタン、これを 2,3 回カチカチと押します。すると電磁弁が復旧する場合があります。電磁弁止まってるなとか不具合あるなって感じた方は、電磁弁がオンになってる状態でリセットボタンを数回押すっていうのを試してみてください。僕も一回電磁弁全然動かなくなった時があって、この復旧方法を試したら無事に作動するようになりました。これでも復旧しない場合は、電磁弁の中が汚れている場合があります。その際は分解清掃しないといけないんですけど、その方法については説明書の QR コードからメンテナンスページをご覧ください。詳しくやり方が書いてあります。長く使っていくとスピードコントローラーの中が汚れて CO2 が出なくなる場合があります。この場合はこのスピードコントローラーを外して清掃する必要があるんですけど、ボンベの中に CO2 が残ってると作業できません。なのでボンベ中身を使い切って交換するときに清掃作業をする必要があります。スピードコントローラーの外し方は、プラス方向にずっと回転させ続けるとスピードコントローラーがスポッと抜けます。スピコンを抜いたら歯ブラシなどで汚れを落としていきます。この作業についてもメンテナンスページに詳しく書いてあるので、取扱説明書の QR コードをチェックしてみてください。バブルカウンターはちゃんと動いているのに CO2 が出ない人、これは高密度ディフューザーを使っている人対象なんですけど、配管の接続部からガス漏れしていないかをチェックします。実はこのセットに付属の高密度ディフューザー、配管途中でガス漏れがあると CO2 が一切排出されなくなります。一般的な CO2 ディフューザーはガス漏れがあっても CO2 が出る場合があるんですけど、こちらは一切出なくなるので、こちらのディフューザーを使っていて CO2 が出なくなった場合は、どこかでガス漏れしてるという目安にもなります。ガス漏れ箇所の特定については、こういった配管の接続部分に石鹸水などを使ってチェックする方法があります。これはリークチェックとかで検索するとやり方が出てくるので、ガス漏れ疑惑のある方はそちらをチェックしてみてください。ガス漏れをチェックする箇所については、説明書の QR コードから飛べるメンテナンスページに詳しく書いてあるので、そちらを参考にすると良いと思います。そして春デザインさんの ProD701S を購入する際に一緒に購入しておきたい商品をご紹介します。ProD701S のフルセットは何も買い足さずにすぐ使用することができますが、消耗品を購入しておくと万が一の時に安心です。春デザインさんは各パーツをそれぞれ単品購入できるので、パーツ単位で壊れてもすぐに交換できるのがメリットです。まず消耗品で買っておきたいのがドライビーズです。これは ProD701S や ProD601S と共通の消耗品です。メンテナンス時にドライビーズを乾
燥させるんですが、結構時間がかかるので予備を持っていくとローテーションで使うことができます。次にレギュレーターのパッキンです。これは ProD701S の専用パッキンになります。そうそう劣化するものではありませんが、万が一破損した際に交換できるように予備を持っておくと安心です。次に CO2 チェックバルブです。これはフルセットに1つ付属していますが、複数持っていると役に立ちます。チェックバルブは1つの配管に1個までとかいう決まりもないので、複数つけることでその分水の逆流を防止する箇所が増えるので安全性が増します。ただしガス漏れの箇所も増えますが、きっちり接続すれば問題ありません。そして低流量スピードコントローラー、フルセットの場合は買い足す必要はないですが、水槽の横にバブルカウンターを設置する人はスピードコントローラーを合わせて設置すると利便性が増します。特にこのスピードコントローラーは配管の向きを360度回すことができるので、硬い耐圧チューブでも柔軟な配管が可能になります。そしてバブルカウンター、これは正直自分の気に入ったものがあればそれを使って OK です。このバブルカウンターはチェックバルブを内蔵しているので機能性が高いです。先ほどのバブルカウンターとスピードコントローラーを設置したイメージはこんな感じになります。バブルカウンターの下の部分にチェックバルブが内蔵されているので、ここにチェックバルブ必要はないかもしれないんですけど、念のためつけています。バブルカウンターとスピードコントローラーの距離を短くすることで、ここで調節したものがすぐ目視で確認できるので、この2つの距離はなるべく短くします。そしてこの低流量スピコンは360度回転するので、耐圧チューブに癖がついていてもとても配管がしやすくなります。例えば90度回転させると無理なく水槽の後ろ側に配管することも可能です。水槽の横にバブルカウンターをセットしたい人はバブルカウンターと低流量スピコン合わせて買っておくと便利です。別途バブルカウンターを取り付けた人はここのバブルカウンターは必要なくなるんですけど、このバブルカウンターは電磁弁がセットになっているので、これを丸ごとなくすことはできません。ただここで添加量をチェックする必要はなくなるので、このバブルカウンターの中の水は空っぽにしてしまって構いません。電磁弁を別途用意される方は丸ごとなくしてここに耐圧チューブを直接挿しても OK です。交換品がたくさん用意されているので、いろんなスタイルで設置できてとても便利です。最後に電磁弁をタイマー管理するスマートプラグ、例えば CO2 を昼12時から夜8時まで点火したい場合などに必要となります。スマートプラグは各社からいろんなタイプが販売されているんですが、メジャーな製品はこの4つになります。どれを買えばいいか悩むところですが、まず注意点があります。それはこの4つすべて使用するアプリが異なることです。なので最初に Amazon を買って次にメロスを買った場合、アプリを2つインストールする必要があります。今後スマートプラグを買い足す予定がある人は製品を統一することをお勧めします。おすすめはメロスかスイッチボットです。メロスはユーザーが多いのと頻繁にセールがあるので安く買えること。スイッチボットは周辺機器が豊富に揃っているので自宅をスマートフォーム化したい場合に特におすすめです。また差し込み口が1つのタイプから2つのタイプ、マルチタップタイプ、USB がついたタイプもあります。差し込み口が1つのタイプでもマルチタップを挿せば複数の機器をつなぐことができます。ただしこの場合はどれも同じタイマー設定になってしまいます。タイマー管理したい機器の数に合わせて差し込み口の数を選ぶと良いと思います。またスマートライフなどの一部の機器では差し込みプラグに極性がついている場合があります。左右のプラグで幅が違うんですよね。 N 極って書いてる方が幅が広いんですけど、例えばこういうマルチタップだったり壁のコンセント、差し込み口の幅が両方同じの場合はこの極性のついたプラグは挿すことができません。 Amazon のプラグとかメロスやスイッチボットは極性がないタイプらしいので、このあたりも選ぶポイントになりそうです。以上、おすすめの合わせ買いしたい商品ご紹介しました。というわけで今回はシルボンのトリセツ後編ということで、定期メンテナンスの方法やトラブル時のチェック項目、合わせ買いしたい商品をご紹介しました。ProD701S のように多くの材料を投入できる機種はその分フィルターも汚れやすくなります。材料交換の際はフィルターが材料の吹き上がりなどで汚れてないか、また中のドライビーズが膨らんでいないかチェックしましょう。適切に使用してメンテナンスしていれば不具合やトラブルも減ると思います。シルボンのトリセツ前編については下の動画説明欄にリンクがありますので、 CO2 ジェネレーターのセットアップ方法を知りたい方はぜひそちらも合わせてご覧ください。それでは前後編合わせて長い動画にお付き合いいただきありがとうございました。もし参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバイ。